こんにちは、トミーです。今回は住まいにおける心地よさの正体というテーマで話していきたいと思います。私は広さ35平米の賃貸マンションに2人暮らしをしています。決して広くはないし、賃貸だから壁に穴は開けられないので制約は多いのですが、暮らしながらちょっとした工夫を重ねた結果、今ではなかなか心地よく過ごせる空間になってきました。建築家の林昌司さんは、一軒の住宅を語ることは住宅一般について語ることであり、建築一般について語ることでありますと述べています。改めて世の中の住宅についての書籍やメディアを俯瞰して見てみると、素敵な住宅を集めビジュアルに重きを置いて紹介したものや、建築家が自分が携わった住宅を集め、いわゆるポートフォリオとして紹介したものは数多くありますが、一つの住宅についてかつ住み手の視点で深く掘り下げて考察しているコンテンツはあまり見かけません。そこで私の住まいを題材にしながら、住まいにおける心地よさの正体はどこにあるのか考察し、豊かな住まいを作るヒントを導き出したいと思います。マンションや戸建て、賃貸や持ち家といった垣根を越えた普遍的なヒントを導き出せればと思います。これから何回かに分けてシリーズ化できればと思っています。住宅は住んで初めて住まいとなります。住まいを生活の器とするならば、そこで実際に生活するものでなければ、その器の良し悪しは見えないし、語ることはできません。住まい手だからこそ見えてくる気づきが誰かの役に立つはずという仮説のもと走り始めたいと思います。第1回目となる今日は、空間における余白について考えてみたいと思います。特にグラフィックデザインにおいて美しいとか気持ちいいと感じるものには必ず余白があります。このデザインにおける余白の重要性についてはすでに多くの書籍で語られています。建築では余白のことを空間に間があると言い、気持ちのいい空間にはこの間がうまく作られています。この間というのはあえて何もない部分を作ることで全体の美しさを表現する日本特有の演出方法と言えます。例えば床の間、壁の余白があるから生けた花が生える。同様に何もない空間があるから置いた家具が生える。いずれも結果として空間全体が美しく整います。そして用途が決まってない曖昧なスペース。用途が決まっていない場所があると、新しい家具のレイアウトを考えたり、新しい使い方を想像したりできます。これってとても楽しい時間ですよね。なので住まいにおいてもこの余白、つまり用途を決めない曖昧なスペースを意識して作るのが良いと思っています。うちにはリビングダイニングとベッドスペースの間にポカンと空いているスペースがあります。椅子に座って外を眺め、ちょっとした気分転換をしたり、本を読んだり、ストレッチをしたり筋トレをしたり、時にはダイニングテーブルをここに移動して食事をしたりしています。気分に合わせて使えるし、たとえ使わなかったとしても視覚的な空間のゆとりにつながっている気がします。うちは35平米しかありませんが、まさに狭い部屋、狭いお家こそより暮らしを楽しむ創造性が必要です。そのクリエイティビティの源はこの用途を決めない空間の余白にある気がしています。